リンクトゥライフ、命をつなぐ思いというわけで、先週に引き続きこの方の登場でございます。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。はい、先週に引き続きよろしくお願いします。コベルコ神戸スティーラーズで通訳させてもらっている浜本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今回はもう同級生なんですよ、実はっていう声だけ聞いて分かんないんだけどいいだよね、本当に。本当お互いに久しぶりで、見た目もだいぶ老けてるから、お前らほんまに同級生かいって絶対思うと思う。もう俺もなんかだいぶもうおっさんになったからさもう変わっとれせんわ、あんた。いやもうおっさんですよ、もう体だけ見てみ、こんなおっさんいっぱいおるで。という感じで YouTube でしか絶対このお互いの顔が分かんないので、ラジオじゃ全く分かんない話をしてますけども、はい、今週もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、1回目と2回目、今ちょうど2回目を収録しているこの途中なんですけども、もうこの間のトークでめちゃめちゃ盛り上がってね、なんかそのままなんかずっとなんか喋りそうだったので、今回2回目をねもう急遽撮ってるんですけども、はい、ウェリーがどっちも上手だからね。そうね、喋りが2人いるとなので、今週もよろしくお願いいたします。じゃあまずは最初なんですけども、1週目と同じで曲紹介をしていただこうかなと思うんですけども、2曲目ということで、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？まあ負けん気っていうか、そういう何クソ根性強い人間なもんでね、何分で、先週もそんな感じの曲だったと思うんですけど、今回もそういう感じの曲で、こっちの方がちょっともっとこう崩れたというか、ぶっ壊れてる感じですよ。なんか向かすことを思いっきり殴りつける。なんか単純に殴るわけじゃないんですよね。すごいこうパンチがあるし、歌詞聞いてて被るとこがあったし、で僕もそういういわゆるね、サブカルがすごく好きで、でそういうのにハマってた時期もあり、今もハマってるっていうのがあって、でやっぱもう歌詞ですね。もう本当に僕もそういうアンダードッグっていうか、もう下からの始まりで今に至るので、もう自分の生き写しって言っても過言じゃないぐらい被る曲です。ありがとうございます。それでは曲紹介よろしくお願いいたします。アーティストさんがあれかな、一応ボーカロイドの鏡音凛ちゃん、鏡音蓮くんを使ってギガさんの劣等上等。リンクトゥライフ、命をつなぐ思いというわけで、ここからも浜本さんにゲストに来ていただいてトークをしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、1週目でもちょっと話はしたんですけども、同じ同級生で、崇徳高校出身という話で、今回ね、まあ不思議な縁というかね、お互いこう辛い時とかちょっとしんどいなって思った時にちょっと本当に声かけてるぐらいだったのかな。多分本当そんな感じだよね。この時もクラスはずっと一緒だったんだけど、1年目だけ。そう、1年目だけだったと思うんだよね。1年目一緒で、なんかこう普通にすれ違う時に声かけて、んで、こう卒業してお互いで道を歩むようになって、最初なんかこう、ね、インスタグラムとか、大学に行って始めたから、しかも大学の3回生とか、その時に、岡野くんがなんかこう悩んでるな、みたいな時になんかかましたんだよね、俺が。そう本当にね、こう先週ちょうどうちの今この番組も流れている FM ハムスターという、広島で流れている曲があるんですけども、ちょうどねこの土砂災害があって、で賛否両論あるっていう、そんな最中で、もうね多分相当しんどかったんだと思うんだよねそうインスタだったり Facebook だったり SNS でもうあんまりこう出したくないなっていう気持ちもあったんだけど、でももう吐露しないとなんかもうこう発狂しそうというかダメだなと思った時に出して、でもそんなに返ってくるわけではないんだよね。ああいうのってね、コメントが返ってくるわけない。もう本当に単純にいいねばっかりがつく中で、その時だったんだよね、多分浜本くんにこう声かけコメントもらってちょっと勇気出たっていう
感じだった。墜落してってだから。そう多分ねそうちゃうやろっていう、すごいいいことしてるのに、そんな負けたらいけんでしょっていう、なんか結構さっきね、曲とかでも、そんな曲を聴くような人だから、激しめなのかな、僕は。でも、やっぱ、ね、ダメ、無理、お前じゃ無理っていう風に、やっちゃいけないって言われるとやりたくなっちゃうっていう。まあでもそういうところに救われたっていうのもあって、でなんだかんだ言って自分は英語全くできないし、でも留学なんてねえだろうなとかって思ってたら、だから声かけねコメントもらった2年後ぐらいになぜか香港とハワイに行って研究発表してるっていうのもあって、香港とハワイっていいとこ行ったね、ほんまに。いや本当で、なんか今でもこう仕事でもう先月だったかな、先日もその香港の、大学の先生を呼んでこうシンポジウムしたりとかっていうところにも携わらせていただいて、当時会った先生とまた再会してみたいな感じだったから、なんか本当にこう不思議な縁でつながってんなっていう中に、必ずハンオートくんがいるっていうなるようになるけんね、なんでも。そうなのでね、いろいろと話をできたらなと思って、ちょっとこう今回はお呼びしたって感じなんですけど、なんか僕の話ばっかりしてもあれなので、いや逆にこうね、高校以来なのでね、いろいろと話できたらなと思ってはいるんですけど、何せね、こうお互いが話をずっとしちゃうタイプなのでなんかテーマを設けないといけないのかなって思いつつ、はい。なんだろうね。なんかね、思いながらも、なんかこう高校の時なんか割と自分ってちょっと自分で言うのもあれなんですけど、真面目路線というか、どうなんだかな、分かんないけど、お互いの印象っていう感じでこう話できたらなと思うんですけど、そう僕の言うてるまんまですよ。真面目路線ですよ。で自分はどっちかというとこう浜本君に対してこうやっぱりこう元気の源だなというか、嘘と思ってて、実はいやすげえなって、なんか自分がここちょっとこう思い切り行きたいなって思っててもなかなか行けなかった自分があった時に、割とこう先頭を切っていろんなことやってたから高校の時ね、だからすごいこう見てると、なんかもしかしたらね、周りではちょっと何やってんだよっていう高校の先生ももしかしたら何人かいらっしゃったかもしれないんだけどそれも含めてなんかすごい、いやこうなんだろうな、最前線で頑張ってるというか、最前線でこう活躍してる姿を見て、自分も頑張らなきゃなってすごく感じてた部分が多かったかな。いや、劣等感がありましたからね。もうなんかラグビーも始めたの高校で、自分より上手い人らばっかり、もちろん初心者だからってのもあるし、でそこまでね、勉強嫌いだったし、当時は。今はいろんなことを学ぶっていうところではすごい勉強は好きだけど、でもね、悔しかったから、とにかくできることやろうっていうので、前に出ていかな始まらんっていうね、まさに劣等上等ってやつですよね。本当に。岡野くんはね、なんか、いろいろあったけど、なんなのかな、こう、物事はっきり言うなっていう。正直なんだけど、すごいこう、バシッと言うとこが気持ちよくて、やっぱ、ゴニョゴニョしちゃうから、やっぱり、ね、こう、差別するわけじゃないけど、こう、どうしてもニュージーランドで英語を喋って、で、帰ってきて日本人と接してって、やっぱ、結論が先に来る文化の中にいると、日本人は理由が先に来るから、おい、よ、言ってくれよ、早く、みたいな。でも、その結論から先に来るタイプだったなっていう印象で、こうだよね、こうだよね、ああだよね、そう、こうでこうみたいな。スパスパスパッとこう、面白いな、こいつ、じゃないですけど、なんかね、芯がね、硬いっていうか、なんかね、電柱並みの芯を持ってるんじゃないかなっていう状かな。
そうだね。電柱並みっていうのが肝でね。そうそう、ポキって折れるんだよね、たまにね。それ怖いな。電柱が折れるのは想像したくないな。そう、でもまあなんかね、まあ自分でも頑固なのは、こう、思ってて。それは感じてたんだけど、そう思っててくれたんだなってちょっと、若干恥ずかしいっすね。これお互いに話してるとね。いやーね、感動したね。そんな風に思われてるとは、なんか、ダメダメな野郎だと俺は思われてると思ってたんで。いや、全然。いや、ダメだと思ってたら多分、華麗にスルーしてると思うよ。いや、ほんまに。って思うぐらい、やっぱり、すごいなと思いながら。いや、お互いにね、恥ずかしいね、これ。ね、恥ずかしいね。これが流れて、自分の母校のこの方にも流れてるっていうのを考えるとね、どうかと思うんだけど。はい。より待ってます。先生。より待ってます。先生待ってます。みんな。はい、よろしくお願いいたします。ね、ということで、まあ、お互い総督高校で、ね、つい最近、ね、なんか同窓会みたいなところから来た、こうね、メッセージじゃないけど、見たら驚愕になっててね。さっきちょっとその話になってて。恐ろしいよ。男子校ですよ。男子校。こってこての男子校が、そんなところに女の子がいるなんてもう怖いよ。そう。二人でね、ちょっとさっき休憩中というか間のトークのところで話してた。いや、びっくりするでしょ。いや、だって、いや、怖いよ。そう、怖いのよ。ちょっとね、建物も、あんだけぎゅうぎゅうで、なんか1000人ぐらい、3学年とかこう、全部の学年合わせて1000人ぐらいいたやん。ね。がぎゅうぎゅうだったのが、もう一個校舎立ってるからね、新しいのが。綺麗なのが。学校にね、お花さんたちがたくさんいるって考えるだけで、枯れちゃうんじゃないかなっていう心配があるよね。もう本当に。あんまりこれね、言い過ぎるとね、なんかね、評価下げちゃいけないからあれなんだけど、でも、本当にね、なんか、ザ男子校だったんだよね。もう自分らの時って。こってこの男子校だからもう、ね、別に、学校が悪いですっていうんじゃなくて、急に男子校が女子校じゃない、男子校が共学になるから、びっくりが来て、どうなるんだろうが来て、想像ができなくて、パニック、パニックですよね。いやー、実は昨年行ったんだよね。中学生と高校1年生にこのメディアに関するこう SNS の講座をしたことがあるんだけど、みんなブレザーなの。さっきちょっと話したけど、学ランじゃないの。金色のボタンがついとらんといけんでしょ、総督の制服は。っていう話をね、していて、お互いにね、いやー、でも、いや、絶対話聞きたいと思うよ、浜本くんの、この、いわゆる。ね、だってニュージーランド、だって逆にちょっとさ、最後聞きたいんだけど、なんでニュージーランドに行こうと思ったの？まあ、ラグビーが一番強かったっていうのもそうだし、英語勉強したかったっていうのもそうで、もともとはどっか国公立を受けてっていう学費のことを考えてたけど、その時にやっぱ入試ってなったら落ちることもあって、そのリスクを考えたら滑り止めを考えないといけないってなった時に、僕が行ってた当時の学校の名前が IPC っていうんですよね、ニュージーランドの。で、その姉妹校が聞いたことあるかもしれないですけど、環太平洋大学岡山にある IPU。それが、妹に当たる学校なんですけど、そこを見つけて、で、こういうコースがありますよ、短期留学のコースがありますよっていうのを見つけて、そこを、受けて、で、どうしようかっていうところから始めようかなって思ってたら、父ちゃん母ちゃんがそれを調べてるのを知って、で、行くんやったらどうせやったらあんた4年行きんさい、コースあるんだからって言われて、そうだねっていう話して、いろいろあった中でも、いろいろ条件が整って、運よく、すごく恵まれて、いろんな人の助けがあってニュージーランドに行けたっていうのがあるので、もう理由はラグビーと英語っていう感じですかね。
ありがとうございます。いやーでも今の話聞いただけでも、いやーすごい多分今の高校生だったりとか勇気もらえたんじゃないかなって思いますよ。いや、もうなるようになるからやるしかないっていうか、もう通訳っていう仕事をさせてもらってるけど、自分が言ったことがそのまま誰かに影響しかねないし、で、それに恐れて自分の思う通訳とか思うことが言えなくなったら、結局それはやってないと一緒だから、留学先で不安もあるかもしれないし、行った先で不安があるかもしれないけど、とりあえずやればいい。難しい、できないを無理やりできるって言っちゃって、失敗したらいいと思います。ありがとうございます。いやお互いね多分自分もラジオパーソナリティで喋ってる喋り手としてやってるし、青本くんもね通訳っていう話で言葉を使ったね、お互いに多分なんかこうなんだろうな、簡単本当になんだろう例で例え話ですると本当にこう言葉がナイフのようになってるなというか、こう使い方一つですごい傷つける道具にもなるし、本当手助けになるねそういう道具にもなり得るなと思ってて、いやなんかこうぜひねこの番組ねなんかもう番組終わるんですけどいやね中高生の人たちが見てるんだっけこれ。そうそう中高生も聞いててで、まあ、地域の人も聞いてるよっていう。どんだけの人が聞いてくれるかわからないけど、一つだけ言葉を扱う人として言っておきたいのは、日本語ってすごく美しいし、英語もすごく美しい言葉だから、もういっぱい本読んで、いっぱいいろんな映画見て、いっぱいいろんな漫画読んで、とにかくその言葉っていうところに触れていってほしい。で、その時に自分が使ってた言葉っていうのが、そうなんだ、こんな意味があるんだ、とかって、やっぱ、例えば微妙っていう単語を一つ取ったとしてマイナスな意味だけど本当はあれプラスな意味だしとか、あとは適当っていう言葉なんとなくやるんじゃなくてバッチリ当てはまった状態を適当っていうし、改めてその言葉の使い方っていうところでこう相手に伝えられるものとか、それを分かってるだけでいろいろ話せることが増えたりだとか、自分の人生を豊かにするためにもうその言葉に触れてもらいたいっていうのはとても今の若者たちっていうか、まあ、僕も若者だけど27おっさんかもしれないけどすごく思いますねっていうところだけは本当に今日は伝えたい。ありがとうございます。いやバッチリ響いたと思います。では最後にじゃあチームのことの宣伝をちょっとしていただければと思います。よろしくお願いいたします。残念ながらね、これが放送される頃には多分試合がもう終わっちゃってるっていうか、このシーズンもう告知する試合がないんですよね。っていうのもあって、このラグビーのシーズン、僕らがいるリーグ1っていうんですけど、基本的に今の流れですと、1月から5月の間で今回も試合しましたし、去年もそういったシーズンの中で試合させてもらってるので、おそらくまだ、いろんな見通しが立ってない状況ですけど、1月の間から5月の間になるのではないだろうかと僕も今予想をしていますっていうので、そんなにチケットとかも高くないんでね、サッカーとか野球に比べるとっていう話するとちょっとこう価値を落としちゃう感じがしてよろしくないのかもしれないけど、でも気軽に見に来れるスポーツだし、すごい骨と骨が当たる音とか体と体がぶつかる音って結構痛いって思う気持ちの前にかっこいいっていう気持ちがあるかもしれないので、来年またちょっとお正月から変なシーズンから始まっちゃうのがラグビーなので申し訳ないですけど、でもぜひ1月から5月の間に試合あると思うので、ご足労願えれば、素晴らしい体験を、約束しますので、ぜひ、神戸製鋼の試合、コベルコ神戸スティーアーズの試合見に来てください。動画とかも作ってるので、ぜひ見ててください。よろしくお願いします。はい、ということで概要欄の方にも YouTube 貼っておきますので、ぜひ、見ていただければと思います。というわけで今回は同級生でもあり、そして盟友でもある浜本君に来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。